こんにちは、リリナナです。今日は春支度ということで、コットン糸2色を使ってスマホのケースを編んでみました。で、今回 D カンなどをつけずに持ち手とかつけなかったんですけども、もちろん D カンをつけて持ち手をつけていただいても大丈夫です。で、あとは模様も結構可愛いので、大きさもすぐ変えられるので、ポーチなどとかバッグとかに柄を使っていただいても可愛いかなと思います。で、使った糸など材料の方でも説明させていただくんですけども、今回セリアさんのニューキララコットンを使いました。キララコットンを使って、私が普段使っている携帯が iPhone 12 Pro を使っていて、それがすっぽり入る大きさになっています。だいたい高さが16センチで、横が10センチぐらいになっています。大きさも自由に変えていただけるので、お好きな糸でお好きな大きさで、もしよかったら編んでみてください。はい、では材料です。今回はセリアさんのニューキララコットン、カラーナンバー11番とカラーナンバー18番を使用していきます。こちらは綿が 98%、ポリエステル 2%、約 25g、約 60m、塩かぎ針が3号から5号、標準ゲージが23目32段となっています。かぎ針は5号針の 3mm を使用していきます。で、今回はコットン糸を使っていくんですけども、サイズ変更も簡単にできますので、毛糸でも何でもお好きな糸を使ってみてください。で、その時毛糸に合った針で編んでみてください。で、あとはお好みでボタンなどを用意しておいてください。こちらは 1.5 センチのボタンになっています。で、ボタンをつけない方はマグネットボタンとかでも大丈夫です。あと今回は D カンをつけないんですけども、もしぶら下げるようにしたいなという方は D カンなどをご用意ください。はい。ではまずはカラーナンバー18番で編んでいきます。一度引き締めて、ここから鎖編みを16目編んでいきます。1、2、3、4、5、6。はい。鎖編み16目編めました。で、そしたら2段楕円を編んでいきます。楕円の編み方がわからない方は、こちらの動画の説明欄にリンクが貼ってありますので、よかったら確認してみてください。で、今回の模様は偶数だったら編めるので、お好きな目数で大丈夫です。そこの大きさを自由に大きくしたり小さくしたりしてみてください。では2段楕円を編んでいきます。はい、2段楕円を編んできました。1周が40目になっています。だいたいサイズが 7.5 センチぐらいの幅になっています。では次は3段目。まずは鎖1つで立ち上がります。鎖1つで立ち上がったら1目目を飛ばします。1目飛ばして2目目から細編みで同じ目に長編みを編みます。もし最初の目がわからなくなりそうな方はマーカーをつけておいてください。で、これを繰り返します。1目飛ばして細編み、同じ目に長編み、1目飛ばして細編み、同じ目に長編みで、これを最後まで編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。一番最後は長編みを編む時に色を変えていきます。1目飛ばして最後の目に細編み、一番最後長編みで最後2目引き抜く時に色を変えます。カラーナンバー11番で編んでいきます。色を変えたら斜めになっているのでちょっと分かりにくいんですけども、引き抜いたところ立ち上がりで、最初の細編みの頭に針を入れて、今まで編んでいた糸も針の上に持ってきて引き抜きます。これで3段目が編めました。で、次からは
色を変えながら長編みの頭に細編みで、下の段で1目飛ばしていったところがあります。こう見ると筋があると思うんですけども、細編みの頭ですね。楕円の2段目の頭、ここに長編みを編んでいきます。では次は4段目、鎖1つで立ち上がります。で、引き抜いた細編みの目を飛ばして、次の長編みの頭に針を入れて細編みで、その時はこの白糸は一緒に編みくるんじゃいます。今まで編んでいたパープルの糸は後ろで休ませておきます。細編みを1つ引っ掛けて、今度は長編みを編みます。今細編みを編んだ長編みと細編みの間に楕円の2段目の1目飛ばしたところがあります。この頭に針を入れて長編みを編みます。で、また細編みを飛ばして長編みの頭に細編みを入れて長編みと左隣の細編みの間にある下がったところですね。細編みの頭がこうあると思うので、ここに長編みを編みます。この頭に入れます。で、これを繰り返します。細編みを飛ばして長編みの頭に細編み。今細編みを入れた長編みと左隣の細編みの間のちょっと下にある細編みの頭に長編みを入れます。長編みの頭に細編み、長編みの斜め下にある細編みの頭に長編みで、これをぐるっと編んでいきます。ではまずは端の方まで編んでいきます。はい、端まで編んできました。一番最後細編みで長編みとあるので、一番最後の長編みにも同じように編んでいきます。細編みを飛ばして一番最後の長編みの頭に細編みで、次長編みを入れるんですけども、長編みを入れるところは3段目を編んだ時に1目飛ばして細編み長編みと編みました。なのでここが引き抜いたところ、立ち上がりで細編みの頭と3段目にあります。で、その1目飛ばしたところですね、ちょっと筋があると思うんですけども、一番最初の目、2段目の一番最初の目に長編みを編みます。なので引き抜いたところとか立ち上がりですね、それの前にかかるように長編みを編みます。引っ掛けて、ここが立ち上がりになるんですけども、それの前、一番最初の2段目の頭に針を入れます。筋があるので分かりやすいと思うんですけども、ここに針を入れて長編みで、最後の2本を取るときに色を変えます。後ろで休ませておいた色で引き抜きます。で、このまま最初の細編みですね、色が変わっているので細編みが分かりやすいと思います。最初の目に針を入れて、今まで編んでいた糸も針の上に持ってきて引き抜きます。で、これで4段目が編めました。で、次からは4段目の繰り返しになります。鎖1つで立ち上がって、今まで編んでいた糸は後ろで休ませておいて、一緒に編みくるまずに細編みを飛ばして長編みの頭に細編みで、今細編みを編んだ長編みと左隣の細編みの間に1目飛ばしたところがあります。細編みの頭ですね、こ
こに長編みを編みます。もしこの長編みで隠れている場合はちょっと出してあげると、ここに頭が出てくると思います。に針を入れて、で長編みで繰り返します。長編みの頭に細編み、細編みを編んだ長編みと左隣の細編みの間に細編みがあるので、ここに長編みを編みます。長編みを編むときは同じ色のところに編んでいきます。細編みは下の段の違う色ですね。長編みは今編んでる糸と同じ色の頭に長編みを編みます。長編みの頭に細編み、長編みと細編みの間にある今編んでいる糸と同じ色の糸の細編みの頭に長編みで、これをまた端まで編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。で、最後細編みを飛ばして最後の長編みの頭に細編みで、下の段と同じようにまた長編みを編みます。長編みと一番最初の細編みの間にある細編みの頭ですね、同じ色のところ、最後の長編みの左隣にある同じ色の細編みの頭に針を入れます。で、最後引き抜くときに色を変えます。で、最初の細編みの頭に引き抜きます。で、これで5段目が編めました。で、こんな感じで4段目を繰り返しながらどんどん編んでいきます。1目飛ばして長編みの頭に細編みで、細編みを編んだ長編みと隣の目の細編みの間にある細編みですね、飛ばした細編みの頭に長編み、長編みを編むときは同じ色の頭に針を入れます。次白の時は白の頭で、パープルの時はパープルの頭、一番最後くるっと編んできたら最後の目に細編みで、長編みを編む時はちょっと前にかかります。前にかかって長編みという感じで編んであげます。では1段ずつ色を変えながら4段目を繰り返して上に書いてある段数までしばらく編んでいきます。で、段数はお好みなのでお好きな段数編んでみてください。はい、34段まで編んできました。34段まで編んで模様の部分がだいたい 14.5 センチぐらいになっています。で、こちらは立ち上がりがこう斜めに来るんですけども、前にかかりながら長編みを編んでいるので、そこまで立ち上がりが目立たないかなと思います。これが立ち上がりですね。なので立ち上がりがこう斜めになっていても間違いではないので、安心して編んでいただいて大丈夫です。では次から細編みを編んでいくんですけども、こちらの色は何色でも大丈夫です。私は次の段からパープルで編んでいきたいので、一番最後長編みを編んだ時に色を変えています。で、例えば下の模様と同じ色で編みたいなという方は色を変えずに、もう必要ない色はカットしてしまいます。私は白の方切っちゃいます。で、次から細編みを編んでいくんですけども、例えば D カンをつけたいなという方は、次の段35段目細編みを編む時に D カンをつけながら編んでみてください。で、今回私は D カンをつけないので、このまま細編みを編んでいきます。D カンをつける方は横を決めて D カンを一緒に編みくるんで細編みを編んでみてください。では35段目鎖1つで立ち上がって、最初の細編みから
細編みで長編みの頭に細編みという感じで一つずつ細編みを最後の目まで編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。で、そしたら引き抜いたところ立ち上がり、最初の細編みの頭に引き抜きます。これで35段目が編めました。では次は36段目。まずは鎖1つで立ち上がって、一番最初の目には細編みを編みます。頭に細編み。で、次の目には長い細編みを編んでいきます。頭ではなく1段下がります。35段目を編みくるむように下に針を入れて、で長い細編みで、また頭に細編み、1段下がって長い細編み、これを繰り返していきます。細編み、長い細編みと最後まで編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。細編み、長い細編みで終わっています。引き抜いたところ立ち上がり、最初の細編みの頭に引き抜きます。これで36段目が編めました。次は37段目。37段目は36段目の逆で編んでいきます。鎖1つで立ち上がって、下の段が細編みになっているときは長い細編みから1段下がって長い細編みで、次は長い細編みの頭に細編みで、また長い細編み、細編みと端まで編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。長い細編み、細編みで終わっています。で、引き抜いたところ立ち上がり、最初の長い細編みの頭に引き抜きます。これで37段目が編めました。で、次からは36段目、37段目の繰り返しになります。次は細編み、長い細編みという感じで、スマホなどを入れながら長さを調節してみてください。私はあと1段だけ編んでいきます。細編み、長い細編みの順番で38段目までですね。編んで終わりにします。で、もうちょっと編みたいなという方は、お好きな段数編んでみてください。で、37段目とかここで終わりにしようかなという方は、このまま終わりにしていただいて大丈夫です。では、あと1段編んでいきます。はい、37段目まで編んでいきました。では、一番最後、引き抜いたところまで終わっているので、糸処理できるぐらい残してカットをします。で、糸を抜きます。で、そしたら、蓋をつける位置を決めていきます。底の部分などを合わせて、ピシッと半分に折ります。で、まずは横を決めて、マーカーをつけます。マーカー同士を合わせて半分に折ります。で、半分に折った時に、後ろ、どっちが後ろでもいいんですけども、私はここが立ち上がりになるので、立ち上がりを後ろにします。こっちに蓋の部分をつけていきます。蓋というかボタンを留めるところですね。もちろんこっちでも大丈夫です。お好きな方につけてみてください。マーカー同士を合わせて、で、中心を決めます。で、そしたらマーカーを外して、携帯などを入れてみて、だいたい真ん中になっているかなというのをバランスを見て確認をしてみてください。では次はボタンをつけるところを作っていきます。マーカーの隣の目から1、2、3目のところに針を入れます。で、新しい糸を持ってきます。私はパープルで
作ります。一度引き締めて、ここから細編みを斜め編んでいきます。1、2、3でマーカーのところですね。4、5、6、7。斜め編んだら鎖1つで立ち上がって編み地をひっくり返します。で、このまま往復編みでしばらく編んでいきます。で、結構大きなボタンをつけたいなという方は、ここの幅を斜めではなく、9目とか11目とかにしていただいても大丈夫です。ボタンの大きさに応じてつけてみてください。もちろんつけなくてもいいんですけども、私は 1.5 センチ幅のボタンをつけていくので、斜めにしておきます。では往復編みで上に書いてある段数までしばらく編んでいきます。はい、細編みを10段編んできました。10段編んでだいたい4センチぐらいになっています。では次はボタンをつける穴を開けていきます。で、例えばマグネットボタンとか、あとはスナップボタンをつけたいなという方は、ここは省いてしまって大丈夫です。鎖1つで立ち上がって編み地をひっくり返します。で、真ん中の3目を開かせていきます。で、これはボタンの大きさによって変えていただきたいんですけども、まずは細編みを2目。で、鎖編みを3目編みます。1、2、3。で、3目飛ばします。1、2、3目飛ばして残りの2目に細編みを編みます。で、鎖1つで立ち上がって編み地をひっくり返して、まずは細編みを2目。鎖3目を編んだところに細編みを3目編みます。1、2、3。で、最後の2目に細編みを2目。で、この状態でボタンが入るかどうか確認をします。1.5 センチぐらいで、同じ糸でしたらいい感じだと思うんですけども、もうちょっと大きいボタンとか糸を変えた方はちょっと調節をしてみてください。で、次は13段目、鎖1つで立ち上がって編み地をひっくり返して1つずつ細編みを編んでいきます。で、これで13段目が編めました。で、次は14段目、鎖1つで立ち上がって、14段目も細編みを1つずつ編んでいきます。はい、最後の目まで編めました。で、次は15段目、15段目で最後になります。鎖1つで立ち上がったら、1目飛ばして次と次で減らしていきます。1目飛ばして2目目に針を入れて糸を持ってきます。細編みの未完成で、隣の目に針を入れて糸を持ってきます。3本一気に引き抜きます。で、次は細編みを1つで、次は3目一度押します。次の目で、隣、次の目で、一番最後の目、針を入れて糸を持ってきます。4本一気に引き抜きます。で、最後の目まで編めたら、次は1周周りですね、周りに細編みと引き抜き編みをしていきます。まずは鎖1つで立ち上がったら、編み地をひっくり返さずに、こちら表ですね、表を見ながら編んでいきます。3目一度をした隣から
下ですね、3目一度下の目から針を入れて細編みを編みます。で、最初の目にマーカーをつけておきます。で、そしたら1段ずつ細編みを編んでいきます。下に下がって細編み、下に下がって細編みと、まずはここまでですね、ボタンをつける蓋をつけた最後の目までまずは編んでいきます。はい、細編みをずっと編んできました。細編みの蓋をつけたところまでですね。で、そしたらこの足が入っているところがあると思います。ここにまずは針を入れて、細編みをこちら斜め編んだ斜め目の足が入っているところですね。ここに針を入れて糸を持ってきます。で、そしたらこのまま隣の目に針を入れて糸を持ってきます。今一番左側にかかっている糸を2本引き抜きます。で、次の目からこの入り口部分に引き抜き編みをしていきます。一つずつ引き抜き編み。ここが立ち上がりになるので、この隣に針を入れます。糸が出ている左隣ですね。で、このまままずはぐるーっとこの辺まで引き抜き編みをしていきます。はい、端の方まで引き抜き編みをしてきました。で、そしたらこの目で最後になります。最後の目と、あとはこの細編みをつなげたところですね。ここにちょっと穴が開いているので、この2目で引き抜き編みをします。ずーっと編んできて、残り1目に針を入れて糸を持ってきます。で、細編みが入っているところ、ちょっと穴が開いているので、ここに針を入れて糸を持ってきます。一番左の糸で引き抜きます。で、そしたら今度は蓋の部分に1段ずつ細編みを編んでいきます。ではまずは上の方まで、この辺まで一つずつ細編みを入れていきます。はい、細編みを端の方まで編んできて、残り2段になっています。まずは細編みを1つで、最後の段ですね。最後の段、角にちょっと穴が開いていると思うので、ここに細編みを3目編みます。1、2、3。で、そしたら細編みを2目編みます。1、2。なんとなくでも大丈夫なので、で、一番最後の3目一度をしたところに細編みを3目。1、2、3。で、これが立ち上がりになるので、ここを飛ばして最初の目にチェーンつなぎをしていきます。このまま糸処理できるぐらい残してカットをします。糸を抜いて、とじ針に糸をつけて、マーカーがついているところに針を入れます。で、糸が出ているところに針を戻します。で、後ろも針を入れて、で、このままチェーンつなぎをします。で、後ろで糸処理をして、他の部分も糸処理をしておきます。はい、糸処理をしてきました。で、そしたらボタンをつける位置を決めていきます。
蓋をして、で、大体のところにマーカーをつけておきます。で、半分に折って中心になっているか確認をして、この辺りに私はボタンをつけます。で、後ろで留めて糸処理をしておきます。はい、こんな感じでできました。で、言い忘れてしまったんですけども、ボタンはレース糸でつけています。で、だいたいサイズが横が 9.5 センチで、高さが16センチ、蓋の部分がだいたい6センチぐらいになっています。で、まちは、ほとんどない感じなんですけども、1センチぐらいのまちになっています。で、スマホを入れるとこんな感じですね。この携帯はちょっと小さくて iPhone8 になっています。iPhone8 だと結構ケースの方が大きいですね。で、普段撮影に使っているんですけども、普段使っているのは iPhone12 Pro を使っていて、カバーに入れた状態でだいたい高さが15センチぐらいで、横が 7.5 センチになっているので、それだとぴったり入る感じになっています。なので携帯に合わせて大きさを変えていただけたらなと思います。 iPhone8 だとちょっと大きいですね、袋の方が。で、今回 D カンなどをつけないで、もうこのまま袋の状態にしてしまったんですけども、バッグに引っ掛けたいなとか、何か引っ掛けるものが欲しいなという方は D カンなどをつけて、持ち手のようなものをつけるといいと思います。で、あとボタンをつける位置をちょっと高めにしました。その方がボタンを外す時に取りやすいかなと思ったんですけども、もうちょっとあと1段ぐらい短くても良かったかなとも思います。なので14段まで細編みを編んだんですけども、11段目で鎖編みで、12、13、14で細編みを入れています。なのであと1段減らしてもいいかもしれないですね。13段まで細編みを入れて、で最後減らしてという感じで作っても、もうちょっとボタンが下がるので、その方がもしかしたらバランスがいいかなと思うんですけども、ボタンの開け閉めがしやすい方がいいなという方はちょっと長めの方がいいかもしれないです。これもお好みで作ってみてください。では今回は春支度ということで、コットン糸2色を使ってスマホのケースを編んでみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。